皆さんこんにちは、みかこです。今日は私の1週間コーディネートを紹介していきたいと思います。私が普段着ている私服をたくさんご紹介していきますので、皆さん最後までぜひ楽しんでいってください。こちらはみかこスタイルでございます。全身クレイジでまとめてみました。トレンドっていうものはいろんな方の感覚があると思うんですけど、自分の感覚を大事にしたいっていうのがあるので、自分のトレンドはエナメルでございます。ミニのスカートを履くことが普段から多いので、ちょっとみかこスタイルに絶対取り入れたいなと思って今回こちらのミニを履かせていただきました。トップスも絶対にショートでバランスを取りたいということでショートだけでございます。で、私はどうしてもこのルックでやりたいのがここを立てる。で、みかこスタイルで大事なものはこちらのミニのバッグです。荷物を持たない、あんまり持ちたくないということで、なるべくちっちゃいバッグを持ちたいので、今回もしっかりミニのバッグを持ってます。こちら次、ブーツですね。こうやってニーハイでちょっとかっこいい女性で行きたいなというのがあるので、私は今回このミニにこのニーハイというバランス感を持ってきました。私普段モノトーンで、私服を揃えることが多いんですけど、たまに色を使いたいなということで、今日はちょっとベビーピンクで女性らしさを大事にしつつ、でもかっこよさもやっぱり大切にしたいということで黒で締めてみました。デコルテも見せたいっていう時とかはここを曲げて着たりとか、すっきりさせてみせたりとかして楽しんでおります。私真冬でもこうやってアウターの中にはキャミ1枚でいることは多いです。一着をどれだけ長く着れるか、どれだけお洋服に愛情を持てるかっていうのは大事にしてて、自分が30代になったらこういう風に着てるだろうな、40代になったらこういう風にこの服を愛してあげてるんだろうなっていうのを考えながら購入しているので、実物を見て服を感じてあげたいなと思っております。それでは次のルックいってみましょう。はい、次こちらはリハーサルスタイルでございます。まずこのシャツは、プランクプロジェクトっていうブランドの服です。で、この下に履いてるパンツはマラーホフです。で、こちらのブーツがガニーでございます。私普段ですね、リハーサルは本当に14くらいやってて、でやっぱりこう動きやすいっていうのはマストなんですけど、でもやっぱりこう鏡を見てリハーサルをみんなとするので、リハーサルだからといって手は絶対に抜きたくないので、リハの時もしっかり自分が上がるおしゃれをしていってます。リハーサルの時からもしっかり足を出して、足を出したらどういう風に見えるのか、どういう風に踊ったらいいのかっていうのも私は研究をしながらリハーサルをやってるので、足出しはマストでございます。で、このパンツがですね、ダンサーの方が作ったパンツだったりするので、これも動きやすいのでマストで履いております。靴なんですけど、これもスニーカーではなく、もうリハの時から衣装で着るブーツだったりヒールだったりは絶対に私は履いております。リハの時も結構シャツが多くて、例えばこのシャツもしっかりこう着てあげるっていうよりかは、こういう風にちょっと崩してきて、結構この辺も手を上げた時にどう映るのかとか、そういう風に研究するのでシャツが多いです。ボタンはですね、基本的に上から2、3個開けてドンと下ろして、で下はこれも2、3個開けるようにしてます。そしたらこのパンツがしっかり見えるので、歩く時にどっから足を出せばいいかみたいなのも結構研究するので、ボタンは真ん中だけつけるくらいですかね。こうやって踊ることもありますし、腕をやっぱ出したいっていう時があるので、その時はこのシャツで言うと、まず
3つボタンがあるので上2つ外します。でまくる時に基本的にだいたい3回くらいまくってちょっとだけクッと上げて、そしたら落とした時もそんなにここがもたつかないので、私はそういう風に遊びながらいろいろ表現できたらなと思っております。それでは今からリハーサルに行ってきます。続きましてこちらは長時間移動スタイルでございます。まずこのセットアップはプランクプロジェクトのセットアップです。でこのバッグがガニですね。そしてこのブーツがアワーレガシーのブーツでございます。ライブで地方に行ったり海外に行ったりするので、なるべく移動の時間はちょっとラフに過ごしたいなというのがありつつ、やっぱりここでもおしゃれは忘れたくないなということで、このセットアップもここまで閉まるんですけど、ここあえてちょっと開けてちょっとだけお腹肌見せをしたりとか、ここも結構下げてここで落としてまたね落として切るとかして、であとはバッグでしっかりポイントをつけたいっていうので、この今日はミニのバッグ。そして例えばこれに全然スニーカーとかでもすごい可愛いと思うんですけど、あえてブーツを持ってくるっていう風にいろいろとバランスを取りながらやっております。で機内寒い時があるんですよ。なのでそういう時はしっかりここを伸ばしてあげて、これ実はしっかりハイネックにもなります。はい、なのでこういう風に楽な格好で私はファッションも楽しみながら過ごしております。でこのパンツの面白いところがですね、実ははいここで調整できるんです。なので例えばちょっとタイトにしてあげたら踊りやすくなったりするし、この一着でめちゃくちゃいろんな表情がこの服はあるので、私はこのセットアップも購入してからずっと結構ね週 1,2 とかで着ちゃってます。私は普段荷物はめちゃくちゃ少ない、なるべくちっちゃいカバンに本当に必要なものだけを入れて、例えばじゃあリップ、絶対やっぱ保湿は大事ということで、色はつけときたいということでこのリップは持ってます。でこれは私の命の AirPods ですね。これをしっかり耳にはめて、もうこれで音楽を聴きながらライブに向かうまでのテンションを上げております。やっぱ移動の時は寝る時とかもあるので、その時にはやっぱちょっとどうしても顔は隠したいなっていうのもあるので、こっちも全然めちゃくちゃかっこいいし、でも私的に今回のスタイリングだったらこっちでも結構ハマんのかなっていうのがあって、結構クールに決めたいんだったら黒とこのラインとかもバッグとかも黒で合わせてるので黒でもいいかなって思うんですけど、ちょっと今回は割とこの白ホワイトで決めてるっていうところは私的には全体ポイントなので、今回はちょっとこっちのキャットっぽい感じのかっこよさでいきたいなと思うので、このボッテガのサングラスで決めていこうかなと思います。はい、ということでそろそろ飛行機の時間なので行っていきたいと思います。バイバイ。はい、今回はパリでの街歩きスタイルでございます。このジャケットがヴィンテージのジャケットです。で、中に着てるこのシースルーのワンピースが MYOB っていうブランドです。で、次最後はこのブーツですねはガニのブーツになっております。
パリでの街歩きスタイルなので、やっぱりすごく歩くので、なるべく歩きやすいこのよくいつも私が使うブーツで仕上げております。で、やっぱりどこかちゃんとね、こう自分の中でキュッとシュッとしたいなっていうのがあったので、このシースルーのリバーシブルのワンピースです。なので今は自分のテンションでオレンジで着てるんですけど、これを裏にしたら緑になります。緑のワンピースにもなるので面白いアイテムです。秋冬でも私はもうどんな時でもシースルー、おしゃれは我慢ということで私は全然いっちゃいます。で、このヴィンテージのジャケットがいつだっけな、多分もう5、6年前かな。渋谷を歩いててたまたま入ったヴィンテージショップにあって、私はなるべくオーバーに着たいのでこのサイズめちゃくちゃ可愛いなと思って、裏地もオレンジでこういう風にデザインがあるのでちょっと今日は合わせてみました。実はですね、これはもうそのままなんですけど、他のジャケットとかはボタンだけあえてアンティークショップでたまに売ってるんですよ、ボタンだけっていうのが。そういうのを買って自分で縫い付けてとか、そういう風に自分の中ですごく楽しんでます。で、あえて今回はバッグ持ってません。ポケットがある時は全部ポッケに入れるので、リップと大切なイヤホンだけ入れて歩いちゃうよっていうスタイルです。では次行ってみたいと思います。こちらはですね、リラックスコーデになっております。まずこのパーカーはスドークのパーカーです。そしてこのパンツは香港のヴィンテージショップで買いました。このパンツに関してはもともとちょっと丈はあったんですけど、自分でリメイクして短くしました。お家の中でも誰かに見られてるかのようにオーバーサイズでゆったりでっていうよりかは、あえてこうやってショート丈のものを選んだり、ちょっとどこか気合を入れたいので私は足を出すようにしています。で、普段お家ではやっぱ一人の時間っていうのは大切だったりするので、お香を焚いたりキャンドルに火をつけてただそれを見たり、そういう風に楽しんでおります。今日実はお家からリアルにキャンドルとお香を持ってきてるんですけど、このお香はですね、普段私がすごく愛用しているアポテーケっていうお香なんですけど、これは本当にいろんな香りを楽しめるので私はめちゃくちゃ使っております。キャンドルも普通のキャンドルじゃなくて、火をつけるとパチパチパチって焚き火のように音が鳴ったりするので、すごく私は音も香りも見た目も楽しんでおります。では次行ってみましょう。はい、次は友達とディナーコーデになります。夜ディナー行くということで、ちょっといつもよりはオンにして、ちょっといつもよりはおめかしな感じで遊びに行きたいなということで、背伸びした自分でいたいなというか、やっぱ同性だからこそ話せることとかもあったりするので、こういう感じで今回は全身ボッテガで仕上げてみました。ボッテガというとこのデザインですよね。このデザインで私はバッグと靴、ブーツ合わせて見ております。実はこのブーツですね、ここまですごくロングなブーツなんですけど、これもあえて今回はここまでロングなのにあえて見せないよっていう、この自分の中でのちょっとしたシークレットがすごく特別感というか、こういう時じゃないと着れないということで、普段私はアクセサリーをつけることがないので、でもどこかやっぱりちょっとキラキラしたところをアクセントに置きたいなというところで、今回はバッグにこうやってリボンのモチーフでここでキラキラさせたいなということでつけてます。
トップスはですね、やっぱり友達とご飯に行くということでアーティストの活動があるので、そんなにめちゃくちゃ爆食ということはあまりできない。でもお友達と行くんだったらしっかりご飯を食べたいということで、でもタイトすぎるとちょっと体のラインが食べると目立つかなということで緩めな感じで、でもこういう風にちょっと動くと女性らしさここで見せれるかなと思って、私は同じブランドでしっかり締めてあげるっていうのは普段からやります。今日はバッグでここでちょっとこのチャームをアクセサリー代わりといってはあれですけど大事にしたいなと思いつつ、でもこっちのマルジェラのバッグとも私正直悩んでて、これはねもう8年くらい前のかな。結構私もめちゃくちゃちょっと使っちゃってるんですけど、今日はやっぱお友達とディナーということで大きい荷物だとちょっとあれかなということなので、今日はこっちにしようかな。ちょっとちっちゃめのバッグでいこうかな今日は。それでは次のルックいってみたいと思います。はい、次はですね、こだわりアウタールックでございます。このアウターがパーバーズのやつですね。で、中も一緒のブランドです。で、靴がプラダで、バッグがガニーでございます。展示会に遊びに行かせていただいた時に、いやーこれはちょっと可愛すぎるぞということで点付けさせてもらったんですけど、冬ってめちゃくちゃ寒いじゃないですか。なのでその時にこうやって首までしっかり防寒もできちゃうよという感じで、こちら実はリバーシブルでムートンっぽい感じで着れちゃいます。で、私のお気に入りポイントとしては、こっちにするとムートンっぽい方に着たいなっていう時はこうやってしっかりボタン閉めてあげたいなと思ってます。全部ね、こうやってね、上までねちゃんとね閉めてあげるんですよ。はいはい。ガニーのこちらちょっとね形トレンチっぽいんですけど、やっぱこのロングっていうのはなんかやっぱ私的にはこういう感じでモードでしっくりみたいな感じでさらっと決めたい時とかはこっちでもいいのかなと思いつつ、でも真冬になるとちょっとだけ薄手なので寒いかなというのがあるんで、この中に例えば本当にフーディー着たりとか、ちょっとそういう風にモードなんだけどどこかちょっとカジュアルにスポーティーにっていう風にアウターで遊んであげるのもすごくいいなと思ってるので、でもとりあえず今年は絶対このアウターがいいということで今回こちらを紹介しました。可愛いですよね。カーディガンを着てるんですけど、アシンメトリーな感じで面白いカーディガンになってるので、こういう風にちょっと遊びながら、私は割とこれとこれ合わせるのとか、これとこれって合わせていいんだっていう風にもちろん思われることもあると思うけど、結構面白い組み合わせとかもしてしまいますね。なのでこれもちょっと全部ダークっぽい色だったりするけど沈んじゃう気もするのかなとか思う方もいると思うけど、私的にはなんかこのスタイルというかこのカラートーンが自分の中の正解だったりするので、なんかそれぞれ皆さん自分の正解を見つけてファッション楽しんでほしいなと思います。私は今日はバイカーパンツを履いて、あんまりここにパンツにちょっとごわつきがあるとアウターも結構重ためだったりするので、なのでこういう風にちょっとスタイリッシュな感じで体にフィットするようなものを選んであげます。はい、ということで今日は私の1週間コーディネートを紹介させていただきました。皆さんどうだったでしょうか。また会える日を楽しみにしています。みかこでした。バイバイ。